こんにちは、小太郎です。当位のゲーム部屋は当位さんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。土のマグナ編成の解説だよ。初心者でも集めやすい武器から上級者までに集める強い武器まで武器編成を更新させながらポイントを解説していきます。今回はフレンド召喚石を超越ユブドラシルに固定してるよ。画面左側で編成や武器スキル、予測ダメージなどを確認しつつ、右側のテキストを参考にして自分で武器編成を作ってみてください。それじゃあ行ってみよう。ということで土の編成だけど、基本編成はカイムをサブに入れるよ。まずは裏カイム、カイムハイランダー、サブカイム編成の説明から。どの呼び方でもいいですが、カイムの逆位置効果を活用して火力と耐久力を大幅強化する編成です。攻撃 20% と防御力 50%、 ダメージ上限 10% 上がるから、初心者から上級者までお世話になってるよ。最終上限解放をすると余ダメージ上昇2万が追加されます。条件は同じ武器を編成しないで全部違う武器にすること。ということで、比較的集めやすい武器編成から見ていきましょう。この中で一番作るのが難しいのは終末武器だね。それ以外は比較的序盤から集めやすく、強化も他と比べるとなんとかなると思います。久々に予測ダメージのスキル効果量も見ていくよ。まず赤いスキル、これが基礎火力になるから項目は複数あった方がいいね。独立している赤いスキルはそれぞれ掛け算乗算することが多いので、マグナ更新だけではなく更新や EX 更新、マグナ更新もしっかり確保したいですね。この編成で言うとバハムートだが、これが更新を底上げしている武器です。しばらくはお世話になる武器だから、まだ持ってない人は優先して作った方がいいと思うよ。マグナ更新も火力貢献度が高いスキルですね。この編成ならリーベルンホルンが渾身武器です。ゴールドペルセウスと世界樹の召喚マグナと世界樹のラジマグナは作りやすい武器だから、これも入れておきたいね。メインに装備したのは撃滅戦の武器ですね。武器が少ないうちは EX 更新を盛る優秀な武器なので、剣と楽器は作っておいてもいいですね。そしてマグナブースト武器の世界樹の召喚アルボス、マグナ武器の効果量を高める効果とマグナ後陣がセットになってて、さらにマグナ武器の本数で EX 後陣とダメージ上限上昇もつくマグナ編成の神武器。これがないとマグナ編成は始まらないってくらい重要武器。ランクの問題で作れない人もいるかもしれないですが、ミッション報酬での配布も始まったので、これは初心者でも必須武器と思った方がいいですね。武器はできるだけ凸を最大にしたいんだけど、マグナブーストは最悪無凸でも強いから編成に入れてみよう。次はエニアド武器のイシェドですが、便利弓とも呼ばれます。マルチのベンヌに挑戦できるならこれは絶対4凸作ってほしい。第1スキルは余ダメージ上昇3万の効果があります。薬状武器が5万だから薬状武器の介護官的な武器なんだけど、裏カイム編成なら薬状武器も1本しか使えないから、イシェドもしばらく使うことになるよ。第2スキルは浴びダメ上限上昇 15% なので、比較的火力貢献度が高いです。さらに覚醒システムで攻撃覚醒レベル15にできれば後陣 25% もつくようになるので、マグナ編成に足りない部分を補ってくれます。終末武器は別の動画を見てもらうことにして、最後は天使武器だね。オメガウェポンを持っている場合はそれと入れ替えてください。水属性の敵によダメアップのスキルはダメージ上限に届いた後に計算するから、強くなるほど恩恵が大きいね。召喚石はメインにユグドラシル、サブにザ・ハンブドマンを入れましょう。こないだ配布された空のくさびを持ってたらこれも入れておこう。それではこの編成を少しずつ強化していきます。まずは神滅戦武器を入れてみましょう。マグナ後陣が高い編成だから、そこを少し削って EX 後陣と後陣を持ったことで火力がしっかり伸びてるね。次は極星機の天数極星剣を入れてみましょう。これも高すぎたマグナ後陣と交換したんだけど、火力も HP も一気に上がったね。エリックバスターが剣得意なのもありますが、 EX 後陣と後陣、さらに HP や防御、ダメージ上限まで盛れる無料の神武器なので、マグナ編成なら必ず入れるべき1本です。得意武器じゃなくても強くなるのと、同じ武器種をたくさん編成しなくてもすでに強いから、あまり気にせず1本編成しちゃおう。ここでスキル効果量も見ておきましょう。マグナ更新以外がまんべんなく伸びましたね。 HP はもう少しあった方が安定するけどね。それではさらに強い武器を入れていきましょう。六道武器の剣を薬状武器と交換してみたよ。数値は一気に下がりましたね。基礎火力と HP は下がっちゃうんだけど、余ダメージ上昇5万は一撃ごとに加算されるから、多段網ダメと活撃がついた通常攻撃があるほど予測ダメージの見た目以上に強くなるんだよね。予測ダメージだけを見ていると強さが分かりにくいので、木人で効果を試しながら編成を調整するのもおすすめです。それじゃああれも入れちゃおっかな。タイオブザハンブドマンはアーカルムの転生のレプリカルドサンドボックス、通称砂箱をたくさん周回すると作成できる武器です。カイムの最終上限解放の条件に必須となります。この武器は火力と耐久力の両方伸ばせるから、土編成にはできるだけ入れたいね。5凸で使いたいですか？
4凸なら編成してもいいと思います。それじゃあそろそろ死滅戦の武器は抜いちゃおうか。ここで再度世界樹の召喚マグナを入れました。マグナ光人以外がかなり高くなったから相乗効果でマグナ光人の価値が上がったんだね。さらに極星剣と同じ剣なので EX 光人も多少漏れますね。だいぶそれっぽくなってきたね。それじゃあ天使武器をオメガウェポンに変えようか。剣得意のレリックバスターなので第1スキルの効果が乗るため火力が一気に上昇しましたね。ほんと強い武器だよね。第1スキルは渾身、第2スキルは通常攻撃ダメ上限上昇、第3スキルはトリアの有利属性よダメアップだよ。終末武器は第2スキルがアビダメ上限上昇、第3スキルが渾身ですね。あとせっかくレリックバスターだから短期でもっと火力出せるようにワールド武器を入れてみようか。レオン・オブ・ワールドは得意武器が銃か刀のキャラを超強化します。通常攻撃限定のダメ上限上昇とよダメアップがつくからレリックバスターのブリッツレイドと相性がいいね。それではこの状態のスキル効果量も見てみましょう。光人が少し低いんだけど黄色のスキルがかなり増えたね。短期の場合は耐久力を犠牲にしても通常攻撃やアビリティを特化して強化することで周回速度が上がるようになります。ワールド武器は火力担当に合わせて使い分けましょう。それじゃあキャラ編成をしていこうか。実は今まで誰も編成していませんでした。あくまで武器編成だけだね。まずは約定武器と一緒にプルフリエルを入れてみようか。予測ダメージはどのくらい上がるかな。一気に5万上乗せですね。これはマグナ武器が多いほど上がるからもっとマグナ武器の多い初心者さんの方が強化幅大きいのかもね。それでは最終上限解放した皆無をサブ編成に入れてみましょう。13万も上がったね。今更ながら皆無の影響は凄まじいですね。これでも結構強いけどまだ終わってないよね。召喚石が残ってますね。それじゃあまずベリアル入れようか。ベリアル4凸は編成するだけでよだめ上昇3万の効果があります。持ってるなら必ず編成するよね。次は召喚石のウリエル入れようか。ウリエルのような天使石は4凸でダメージ上限が 15% 上昇します。これもかなり上がったね。じゃあ空いてるところにステータスの高い召喚石を入れて短期用に水着ベリアルを入れてメインをベルゼバブに変えてみましょう。あくまで主人公の火力だけどちゃんと伸びてるね。スキル効果量はマグナ光人が大きく減りましたが短期ならベルゼバブの方が火力を伸ばしてくれます。こんな感じでフレンドからカゴ石を借りてベルゼバブとか超越ルシフェルを使う編成が片面編成って呼ばれるやつだね。片面編成はカゴが少なくなりますがそれを上回る召喚効果やメインカゴを活用できます。例えばベルゼバブと超越ルシフェルを入れ替えてみるけど元の HP はこのくらい。それが一気に上がったね。メインカゴの最大 HP50% アップの効果ですね。さらに敵が特殊技を使用すると弱体効果を1つ回復して純白の翼というバフで毎ターン回復するようになります。メイン召喚石だけで短期と長期をスイッチできるんだよね。超越ルシフェルはフレンドから借りれますが自分で持っていればクイック召喚設定ができるので回復が必要な5000超200ヘルなどでは自前を持っている方がいいですね。アトマムナイシの超越をしてなくてもフレンドから借りれるね。神石編成も同じく借りれるから片面編成はコスパもいいよね。というわけで今回は土マグナの裏買いも編成でいろんな武器を試してみました。ちょっと待って、最後にもう一個だけやらせて。メイン召喚石はベルゼバブにしてマグナブーストは残してタイオブザハングドファンを戻して仕上げにメイン武器を変えるよ。これでどうでしょう。ゴールドムーン150個と交換したフルンティングですね。予測ダメージはほぼ変わってないけどこの武器は主人公が常時2回攻撃をするヤバい武器。ベルゼバブで強化された主人公が2人に増えるようなイメージですね。さらに毎ターン追撃がつくからとにかく土はこれが最強。もし土属性を一番強くしたい人はフルンティングは超おすすめです。これがあったからオメガウェポンを2本増やせたね。最終回も表に出して戦う編成ですね。相手の攻撃を水属性にして属性関係なく弱点をつくようになるので無属性の超高難易度では圧倒的な火力と耐久になります。アルルメイヤと一緒に使うともっと耐久力が上がるから高難易度に挑戦しやすくなるタイム最終とフルンティングはかなりコスパがいいと思うよ。5000超以外でも活躍する土編成、ぜひキャラや武器を揃えて遊んでみてください。また次の5000超前には別の属性の編成基礎知識を見ていこうね。今回の内容が役に立ちそうならぜひチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。次回の動画もご期待ください。そろそろいい時間になってきたので今回はここまで。次回へ続く。